3D モデルを組む人の腕次第なのかもしれないし、今参考にしてる 3D 素材もパッと見た目一番違和感が覚えるのが足の長さ。体の半分もあるじゃねえかこれ。これじゃないよね。よろしくお願いします。毎度またディスコードアドバイスシリーズのために日野井さんが来てます。ありがとうございます。毎度です。で、今回はこれがちょっと気になってるんですけど、この絵をアドバイス欲しい人がいて、別のユーザーがクリップスタジオなのかな、こういう 3D 素材を使って、多分トレースして絵を描いているって気になってましたね。これ参考しながら描きますか？自分もよく仕事でこういう 3D 素材をこういうサイズでここの位置にお願いしますってプリントアウトされて回ってくるんですよ。あ、そうなんですか。でその通りに描いちゃうととんでもない絵が出来上がってしまうんで、そのちょっといじり方を。じゃあぜひ見せてください。はいはい。その 3D 素材を持ってくる人は物でも人間でもどんなものでも持ってくるんですかね？モデリングされたものがあればいいんですけど、間に合わせのね、デクノボー君あるじゃないですか。本当に球体を組み合わせた箱型を組み合わせただけのね人形。じゃあポーズが分かってるけどモデルがなくてそういうたとえモデルを組んでたとしてもなんか違和感あるんですよね。じゃあぜひ見せてください。はいはい。じゃあ今回はカジュアルに立っているもう少し大きい体型な人が立ってます。そうですね。漫画でもアニメーションでも 3D 素材をトレースしてなんか分かりやすいですね。なんでおかしく見えますかね？まあ 3D モデルを組む人の腕次第なのかもしれないし、今参考にしてる 3D 素材もパッと見た目一番違和感が覚えるのが足の長さ。体の半分もあるじゃねえかこれ。これじゃないよね。そのキャラクターの右足はもう少し後ろにある感じですか？そうですね。とりあえず右足に少し重心乗せてるんで、右の腰を高くした方が
まあプロポーションとしてはこんなもんですかね。なるほど。じゃあ元の 3D 素材とこれが主にどういうところが一番違いますか？先ほども申しましたように足が異様に長すぎる。そうですね。元の 3D 素材で多分こんな感じでした。体の半分くらいありましたね。でしたね。それだと見ててちょっと違和感がバリバリ強くなってしまうので、程よいさじ加減で。多分元の絵でもっとなんか尖ったような顎だったんだけど、やっぱこういう体型だとこういう顎の形の方がなんか自然ですね。顎の線と輪郭全部つなげないで少し。そういう風にもう少しなんか肌のなんか柔らかさが出ますね。結構こういう体型だとね、おへその線も横に走りがちなので。縦より横の。そうですね。おなりがちですよ。そういう。多分元の 3D 素材でもものところがなんていうかな、数学的になんか結構単純な曲がりなんだけど、井上さんが書いてくれた感じだとなんかこういうもう少し人間らしくなんかデコボコがありますよね。例えばこういうところも筋肉が集まってるから単純な丸よりもちゃんと上の方が出て骨のところに戻ってきて自然な形になってますね。まあ言いたいことは 3D のモデルに引っ張られないで、それを元にしながら自分なりにまとめていった方がいいですよっていうことになる。なるほど。じゃあ例えば初心者とか 3D 素材を使ってるならトレースよりも 3D 素材を画面に映して、で紙でゼロから書くことはおすすめですか？まあいい練習にはなると思いますけど。で今回はそういうリラックスしてカジュアルなタッチポーズなんだけど、例えばもう少し難しいパースついてるアクションポーズとか、あれもなんか画面に映して紙で書くのは難しいと思ってる人なら何かアドバイスとかありますか？まあ慣れしかないんですけどね。なるほど。3D を使って多分あまり見せてくれないところがこういう線とかですね。絵を描くときにこの線がないと不自然に見えますね。まあね、これはあくまでも下がガイドだから、それに合わせて服を着せていかなきゃいけないから。そうですね。じゃあありがとうございます。はい。まあもちろん初心者の段階で多分いろんな 3D 素材はみんな使っていると思うんですけど、やっぱり練習としてその 3D 素材で好きなポーズを作って画面に映して紙でゼロから書くといい練習にもなりますよ。じゃあ皆さん他の動画いっぱいありますのでぜひそれも見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあバイバイ。達者でー。